大晦日、年越しまであと数時間。シンジとアサミは都内のビジネスホテルの上階から晩夏の街並みを眺めていた。大通りには晴れ着姿の女性たちや大きな声の若者たちが楽しげに歩いている。窓ガラス一枚隔てた先は賑やかな雰囲気だ。薄暗く、静かな部屋。今日はほんとすまなかったね。こんなところで新年を迎える羽目になっちゃって。いいんですよ。もともと予定もなかったですし。どのみち年末年始は田舎に帰らずのんびり休もうと思ってましたから。大阪出張からの戻りの飛行機が悪天候で大幅に遅れ、なんとか都内までは戻ってはきたが、帰宅にはさらに時間がかかる。いっそバタバタするのを諦め、二人はビジネスホテルに宿泊することにした。なんとか2部屋の予約が取れ、近くの店で蕎麦を食べた後、チェックインした。コンビニで購入した酒で、シンジの部屋でささやかな打ち上げを行う。今年らしい年越しですね。アサミは窓から街並みを見下ろす。新年まであと数時間だ。二人は一年を通し全国各地を飛び回り、数々の商談をこなしてきた。アサミは今年30歳。ちょうどシンジの20歳年下で有能な部下だ。アサミ自身、仕事一筋人間だと公言し、仕事で婚期が遅れる。もともと恋愛には興味はない、と自虐的に話している。結局年越しもこんな形になってしまった。しかし今年も君には本当に助けられたよ。シンジはアサミに謝意を表す。アサミはかすかに微笑んだ。じゃあ、そろそろお開きにしよう。明日は朝一に出て、家に帰ろう。ハイボールの缶を飲み干し、シンジは言った。窓から通りを眺める二人。通りを行き来する若者たちは少しずつ増えてきているように見える。不意に、アサミの指先がシンジの手に触れた。小さく、冷たい指先だ。シンジの胸が一瞬波打つ。慌ててアサミに顔を向けた。アサミはシンジを見上げ、じっと見つめていた。何か言いたげな、真剣な表情。シンジはしばらく目を合わせたまま、言葉を発せなかった。長く、一瞬のような時間が過ぎる。シンジは目を閉じ、そして微笑んだ。静かな暗がりの部屋、二人はひっそりとキスをした。時計は0時を指す。除夜の鐘の音、街の若者たちの歓声、そして花火の音が遠くから聞こえてくる。常夜灯がほのかに灯る薄暗い室内。先ほどまでアサミの体をまとっていたスカートやシャツがベッドの下に横たわっている。明けまして、おめでとうございます。シンジの腕の中でアサミは囁いた。二人の周りには先ほどまでのジョージの残り香がかすかに漂っていた。アサミの体温が、吐息の熱が、シンジの体に伝わってくる。外のざわめきは次第に落ち着きを取り戻してきた。アサミは起き上がり、床に落ちていたシャツを拾い、細身の体にまとった。窓辺に立ち、街並みを見下ろす。通りには相変わらず若者たちが楽しげに行き来している。窓には自身の体とベッドに横たわるシンジの姿が映っている。部長。アサミは静かに口を開く。今年もよろしくお願いします。シンジはアサミの後ろ姿を眺め、静かにうなずいた。